こんにちは、コスケです。いやー、届きましたよ。待ちに待ったポータブル電源。僕今年、めちゃくちゃ気になっているポータブル電源が一つあって、それがこれなんですよね。じゃあちょっと早速開けていきましょうか。本気で買おうか悩んでいた時に、ちょうどレビュー依頼が来たので、発売前のあくまでサンプル機なんですが、テストのために送ってもらいました。使ってみたかったのでかなり楽しみです。よいしょ。まずはケーブル関係ですね。で、説明書。なんか英語のクイックガイドかなも入っています。これ多分スマホで見るやつですね。そして、よいしょ。じゃんと。ポータブル電源の本体でございます。で、付属してくるコードは、これが充電用のケーブルだね。コンセントに挿すケーブルです。これがシガーソケットなので、車で充電するためのケーブルですね。で、最後が、これは太陽光パネルと接続するケーブルとなっています。多分これが合えば、大体どのパネルも使えるんじゃないでしょうかね。で、なんで僕がこのポータブル電源買おうか悩んでいたかというと、なんとこれ、半固体電池が使われているらしいんですよね。半固体リン酸鉄リチウムイオン電池と書いてあります。一般的なバッテリーってでっかい乾電池みたいな円柱型の電池がたくさん入ってるんですけど、これは四角いスクエア型の電池でエネルギー密度が高く、しかもロスが少なく高効率、そして軽量化もできるらしいです。そしてこの半固体電池は釘刺し試験でも発火しないということで、通常のリン酸鉄以外の電池だと穴開けると普通に燃えますよね。で、従来のリン酸鉄リチウムイオン電池は穴を開けると発火こそしないものの、そこそこ熱は出るみたいです。で、このポータブル電源に使われている半固体リン酸鉄リチウムイオン電池は発火しないのはもちろん、熱もほぼ出ないということで、とても安定している電池みたいですね。正直電気自動車の電池もこれが採用されているものを買いたいくらい安全性では優れているんじゃないでしょうか。エネルギー密度、効率、安全性、どれをとってもこの結果を見る限りなかなかいい電池で、それが理由で欲しかったんですよね。2回カートに入れて購入直前まで悩んでいました。で、このポータブル電源自体のスペックはここに載せておきますが、これだけ見てもかなり高性能だと思います。容量が 2330Wh、出力は 2200W までとなっていて、なんと重量が 24.1kg です。僕が知っている最軽量のポータブル電源は 1kWh あたり 11kg ぐらいだと思います。2000Wh だと 22kg が僕の知っている中では最軽量でした。これは 2330Wh でほぼ 24kg ということなので、容量あたりの重量は僕が知る限り最軽量となっています。そして寿命も長く4000サイクル 80%。使用可能な放電時の温度はマイナス10度からと、ここがマイナス20度だと最強でしたね。ただリン酸鉄だとマイナス10度からというのは普通だと思います。こうしてスペックだけ見てもなかなかすごいんですが、さらにエクストラバッテリーを接続することで 5330Wh で2つつけると 8330Wh まで拡張できるということで、文句なしだね。では本体少し見ていきましょう。まずは電源をオンにします。ディスプレイは結構綺麗ですよね。で、ここが USB の電源ですね。USB は Type-A が3つと Type-C が3つついています。で、こっちが DC 出力の電源となっているみたいです。LED ライトもついてます。で、ボディの右側には、よっと、エクストラバッテリーを接続するためのポートがついています。で、反対側には、コンセントが5箇所ついてますね。で、これで使えるようになります。
で、充電もこっち側から行うみたいですね。充電ケーブルを挿すところと、これエコモード、スタンダードモードの切り替えができるボタン、そしてこれは充電スピードの調整のオンオフができるボタンとなっています。ちなみに充電スピードはアプリで操作可能です。今回拡張バッテリーもよいしょ、エクストラバッテリーもあります。接続はこのケーブルで行います。よっと。これで合計 5330Wh になったんじゃないでしょうか。ちなみにこのエクストラバッテリー単体でもある程度の出力とインプットはできるみたいですね。これ USB とかならすごい良かったのにね。では出力のテストしていきましょう。まずは電源をオンにします。コンセントはよいしょ、ディスプレイの左側についてます。で、これでコンセントが使えるようになるので、まずは電圧のチェックからしてみましょう。ちなみにこのポータブル電源、アプリである程度操作ができて、AC 出力の電圧も変えることができます。あった、ここだね。この下に 100V、110V、120V を選択できるようになってます。日本なので 100V でいきましょう。よっと。99V、ほぼ 100V ぴったりとなっています。ちゃんと日本仕様になってますね。それでは実際に出力してファンの音なんかも聞いてみましょう。まずは電気ストーブ 200W からいきますか。200W でもわずかにファンの音鳴ってますね。消費している電気は 200W の電気ストーブで 192W となっています。ファンの音は本当にわずかで、寝ていても気にならないレベルですね。じゃあ 400W 使ってみましょうか。約 400W になっていますが、ファンの音がわずかに大きくなりました。でも全然気にならないレベルですね。で、さらに 200W 追加すると、これで 600W ですが、やっぱりわずかにファンの音大きくなりましたね。で、800W。という感じで、聞いてもらえばわかるように、これファンの音ほぼ無段階で変化します。出力に応じてちょっとずつファンが回っていくんですよね。電気毛布のような本当小さな電力を使い続ける分には全く気にならないファンの音じゃないかなと思います。それじゃあこの消費電力 1450W のティファールの電気ケトルを使ってポータブル電源の最大出力 2200W くらいまで使ってみましょう。じゃあまずはこれをオンにしましょうか。1400W 弱ぐらい使ってますね。1400W ぐらい使っててもファンの音はそんなに大きくないですよね。耳元にあってもそんなに耳障りじゃないと思いますし、1500W 近く使ってこのファンの音は結構小さい方だと思います。では続いてちょっとずつ出力上げていきましょう。これで 1800W ぐらいですね。で、限界ギリギリの 2200W ぐらいまで使っています。今 2150W です。ファンの音静かだね。ほぼ最大出力でこれぐらいしかならないのであれば、かなり静かだと思います。足元とかベッドキットの下に置いてあれば、寝ている時になってもそんなに気にならないのかなというふうに思います。一応大きめの電気ストーブも使って 2200W を超えるまで使ってみましょうか。
ちなみに今使ってるこの電気ヒーターですが、かなり静音なんですよね。かなり静音の電気ヒーターよりもポータブル電源のファンの方が圧倒的に小さいです。電気ヒーター使ってるとこっちの音はほとんど気にならないぐらい結構静かかなと思います。で 1200W のストーブプラス 1450W の電気ケトルを使うと出力が 2200W をオーバーしてますが使えるんだね。 2500W 出力してますね。なんかここのマークが点滅しているので多分出力オーバーしてますよっていう表示なんだと思います。かなり出力できるね。 2200W 超えても多分短時間なら出力できるんだと思います。いいね。ドライヤーと電気ケトルとか同時に使いたいときはこれぐらいになるのでかなり大きな出力もできるポータブル電源ですね。それではこのダブソンのポータブル電源充電していきたいと思います。今のバッテリー残量ですが 0% になっています。 DC 出力も使えない状態ですね。それでは充電していきましょう。よっと。で充電スピードは最大で充電していきます。せっかくなので時間も測っていきましょう。で充電スピードはアプリからある程度コントロールできて今は最大スピードになっています。1800と書いてありますが実際は1500までしか出ないですね。では満タンになるまで何分かかるか見ていきたいと思います。おそらく2時間で充電終わるんじゃないでしょうか。だいたい30分経過しましたが 1425W ぐらいで入力されていて今 26% でございます。残り時間 1.4 時間なのでやっぱり2時間ぐらいでしょうね。充電今終わりましたね。今停止したばっかりで充電時間1時間54分27秒となりました。2時間弱で満充電できました。今回は本体単体での充電でしたがエクストラバッテリーをつなげるとだいたい充電時間2倍になります。それも少しテストしてみました。電池の残量ですが 0% ですね。一緒に接続しているエクストラバッテリーも 0% となっています。今こっちで接続してるんですよね。なので容量は 5000Wh ぐらいになっております。では充電していきましょう。充電始まりましたね。それでは時間も測っていきたいと思います。今朝の4時38分。多分4時間ぐらいで充電終わるんじゃないかなと思います。充電スピードですが1435、ほぼ 1500W ギリギリぐらいで充電されてますね。でそのうちの半分がエクストラバッテリーに流れております。なのでほぼ同時に充電されていく感じではないでしょうか。さあただいま満充電されました。かかった時間は4時間10分ですね。5000Wh ですが意外と早かったね。というわけで本体単体だと1時間55分、エクストラバッテリーをつなげるとだいたい4時間10分という結果になりました。でこのポータブル電源何度か持って車中泊行ってるんですがその時の映像もご覧ください。今日車中泊でこのダブソンのポータブル電源使ってるんですがこれいいですね。300W ぐらいで使ってるとファンの音ほとんど気にならないんですよね。今 350W ぐらいの電気ストーブを動かしているんですが電気ストーブのファンの方が大きくこのポータブル電源のファンの音はほとんどわからない感じになっています。微妙に回ってるかなっていう感じですよね。で今は撮影するのにこのポータブル電源上に出してますが通常はこのベッドキットの下に入れてるんですよね。
で、下に入れててもアプリで操作ができるので、バッテリー残量なんかをスマホでチェックすることができます。これもなかなか便利で、例えば AC 出力の電源をオフにしたいときは、ベッドキットの下に手を入れなくても、スマホで切ることができますよね。で、オンにしたいときは入れると、入りますね。ポータブル電源を手元に置いて使う場合は、アプリなくても全く問題ないんですが、ベッドキットの下とかに入れて使う場合は、アプリがあるとすごく便利だなという気がしましたね。で、意外とこのライトの光量が強くて眩しいよね。車中泊で LED ライト忘れてもこれで車中泊できるぐらいかなり強いライトでございます。あとは出力も大きいですし、これ本体の容量もかなり大きいんですが、拡張バッテリーつなげるとさらに2倍以上に大容量化できるというのもかなり魅力で、リン酸鉄で寿命も長いので、今後主力ポータブル電源の一つとして間違いなく活躍してくれる製品じゃないかなというふうに思っております。今 300W で使ってますが、調理するぐらいだと、300から 500W ぐらいまでしか使わないので、本当ファンの音は気にならないんじゃないかなという気はしますね。で、1000W 超えてくると若干ファンの音も大きくなるんですが、1000W 超える家電製品使うと、家電製品自体からもかなり音出るんですよね。なので、ほぼ常にファンは回ってるんですが、実際音は気にならないかなと。今 300W ぐらいだと耳元で鳴っててもほとんど気にならないくらいの、車内でもね、そんな感じのファンの音でございました。いやーでもいいですね、これ。ほんとスペック見た時から欲しいなと思って買おうかどうか悩んでましたが、実際使ってみてすごく良かったので、拡張バッテリー含めて買おうかなと思ってます。というわけで1ヶ月ぐらい使ってみましたが、スペックでは過去最高のポータブル電源ですし、使い勝手もよく、個人的には現状使ってみた感じだと過去1、2を争ういい製品だと思います。特徴はやはり半固体リン酸鉄で超安全ということと、あとは容量あたりの重量がリン酸鉄としては僕の知る限り最軽量な点ですよね。ここにとってもあるので持ち運びもしやすいですし、サイズも容量の割にはそんなに大きくはないと思います。しかもこれ持ち運ぶことを前提に作られているらしく、耐衝撃性能を高めるために中のフレームにはアルミニウム合金が使われてて、さらに微振動も防ぐ防振パッドも入ってるのに軽いんですよ。そしてこの半固体電池は EV グレードではなく、実際に EV に搭載されている電池を使っているということで、アウトドア車中泊に持ち運んで使うには安全性性能ともにベストなポータブル電源かなと思います。寿命も長く容量も増やせるし、アプリも使えて充電も早いと。音もファンは回りますが、耳障りな音ではなく、音も小さめと、平均よりもちょっと静かな感じでしょうかね。なんか今までの丸い電池が入っているポータブル電源と比べてスクエア型の電池なので、接点が少なくロスが少ないということみたいですね。なので発熱も抑えられているという感じでございました。価格に関してはまだ日本では正式に発売されていないのか、公式サイトだと、これ公式サイトなんですが、ドルだと1799ドルですね。1ドル100円ならセール抜きとかで18万弱で買えますが、今円安ということもあって、僕が幕開けでチェックした、買おうと思った段階では20万円弱という価格でございました。Amazon ではまだ売ってませんが、アメリカ仕様かな。公式サイトの日本円換算で、24万9800円となってますね。というわけで今回は半固体リン酸鉄搭載の新世代のポータブル電源でございました。今後はこの半固体リン酸鉄が、数年後には主流になっているのかもしれないなと思います。性能的にはめちゃくちゃいいからね。それではまた次回の動画を
お楽しみに。